それでは冒頭2件申し上げたいと思います。4月26日の関係閣僚会議で決定されました原油価格、物価高騰等総合緊急対策を踏まえまして、本日、厚生労働省の所管で、合計で約2055億円の予備費の使用を閣議決定いたしました。具体的には、自治体における困窮者支援の連携体制の整備等に必要な費用として11億円、孤独・孤立対策や困窮者支援に取り組む NPO 法人等の支援に必要な費用として1億円、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に必要な費用として2043億円を措置することといたしました。これらの予備費での対応とともに、緊急小口資金の特例貸付などの申請期限延長、生活衛生関係営業者への資金繰り支援なども実施しまして、国民の皆様の生活を守るために万全を尽くしたいというふうに考えております。それから2点目でございます。オミクロン株の特性を踏まえました保健医療提供体制の対策徹底についてでございます。先月18日に都道府県に依頼していました保健医療提供体制の対策徹底でございますが、本日その結果を取りまとめましたので公表いたします。まず感染が拡大してもスムーズに検査でき、安心して自宅療養できる体制の構築についてです。外来で検査を行う診療検査医療機関数は3.8万になりまして、失礼いたしました。3.8万になりまして、公表率は9割に達しました。また健康観察、診療を実施する医療機関は2.3万機関となりました。この体制をさらに拡充するため、電話等諸際診の診療報酬上の特例措置を全国へ拡大した上で、7月末まで行うこととしまして、引き続き自治体に取り組みを働きかけてまいります。次に、高齢者施設等における医療支援の強化についてでございます。施設内での感染が発生した場合、24時間以内に感染制御、業務継続支援チームが派遣できることを目指しております。今般都道府県に確認したところ、5.6 万のすべての高齢者施設に対しまして、連絡要請窓口を積極的に周知していることが分かりました。また、高齢者施設等に対して、協力医療機関を事前に確保しているか、または自治体が指定する医療機関等に往診派遣を要請することができるかを調査いたしました。その結果、全高齢者施設等の 65% にあたる 3.6 万施設で体制が構築できていることが確認できております。回答を得られていない施設もまだありますので、引き続きすべての高齢者施設等について往診派遣を要請できることを確認し、体制の構築を進めてまいります。最後に転退院先となる病床のさらなる確保についてでございます。適切な療養環境の確保と病床の回転率向上のために、療養解除前の患者の転院先の確保が重要でございます。こうした病床数は1.2 千床となりました。引き続き自治体において7月末まで延長されている1床あたり450万円の緊急支援を活用しまして、転入院の受け皿確保に努めるとともに、転院調整機能の強化を図ってまいります。今般の調査を踏まえまして、今後とも自治体や医療関係者と緊密に意思疎通を図りながら、保健医療提供体制の確保に努めてまいりたいと思います。以上であります。